前方150メートルほど台上の上なんですけれども、実際に要救助者ですねを模擬した、人形といいますか、ちょっとそういったものがどこかに存在している状態です。でそれを実際にカメラ付きの情報収集用のドローンで実際確認していただくといった形で、訓練の方を実施していきたいと思います。三菱重工の有畑と申します。今からフライトを、開始したいと思います。機体は、我々は小型無人機と呼んでいる機体で、一番の特徴が、航続時間2時間、航続距離200キロというようなスペックになっております。で、機体の後ろに白い建物があると思いますけども、あちらにサトコン衛星通信の安全になっていますので、今日は衛星通信使う方ではないので使っていませんけども、したものになります。こちらの画面構成としましては、この地図でどこを飛んでいるか、あとはその機体のステータス、あとはそのカメラの映像をこちらに映して、機体の状態であったりとか、今どこを映していてどういう状態になっているか、そういったところが分かるようになっているといったようなシステムになっております。私どもがですね開発している機体に関しましては、エンジン発電機を搭載している機構をとっております。通常バッテリーで飛ぶっていう風なものがほとんどかなというふうに思いますが、エンジン発電機を搭載して飛行するっていう風な機構設計をとっておりますので、最大で、200分で、3時間強飛行することができます。増装タンクを積めば、6時間、飛行するというふうなことができますので、それに比例してですね航続距離等も伸びてまいります。ACSL 社の機体、これ、蒼天といった機体です。でこの機体については航空自衛隊や陸上自衛隊でも使われている機体といったところで、目的については情報収集用のドローンです。で、準備でき次第、飛ばしていただきます。現在、高度が約40メーターで飛ばしてます。Now the altitude is about 40 meters. モーター回します。こちらのアイビスというですねドローンを一から国産で作っている会社でございます。
advantage? そうですね、上の面が平面であれば、天井にですね、この張り付いたまま自由に動かすような機構も。今、ちょっと遠いんですけれども、再現している方はございますけれども、ペイロードが200キロいるのが、一番特徴になっています。通常のドローンですと、重くても60キロ、70キロぐらいだと思いますので、それに対してはかなり大きなペイロードを持っております。大震災の後ね、次の南海地震が活動期に入るっていうのが分かったので、これ取り上げなきゃいけないって僕やったんだよね。それでだから政府に委員会ができてここまで来てるわけですよ。ですからね、今までね、災害が起こる前に具体的に災害の名前でどうするなんていうことを我が国やってなかった。だけど阪神大震災が起こって初めてね、南海地震どうする、あるいは首都直下どうするっていうそういう議論が始まったんですよ。ですからやっぱりね、阪神大震災だけでとどまっておらずに、これから大きな災害が起こるということで我が国の準備が初めて始まったという、そういう歴史的な問題が起こってるっていうことですよね。ありがとうございます。それではまず読みるのかと言いますか、はい災害時における、自衛隊の役割とその変遷というかだいぶ変わってきたと思うんですけども、そのあたりをどう見られて阪神・淡路大震災の時はやっぱり最初にやってきて人命を救助するということでなったわけね。でもね、本格的に活動しようとするとどうしても事前の準備がいるじゃない。だから警察消防みたいにね、すぐに入るっていうわけにいかないんだよね。準備しなきゃいけないじゃない、大部隊動かすには。それがね、なかなか理解されてない。もっと早く入れって、ね、そういう議論があって、早く入ってもね、組織的に動くためにはやっぱり準備しなきゃいけないんで、それをねやっぱりもっとね訴えないと、なんでもっと早く入らないんだって。能登もそうなんだよ。きちっとやろうとすると組織的にねやっぱり準備しなきゃいけないって、これがなかなかね理解が進んでないって。だからね、すぐにね出動が遅いなんていうのはね議論になるんで、そうじゃなくて本格的にやろうとするとやっぱり準備をする時間がどうしてもいるんでね、だからその間にね警察消防入ったらいいんだよ。だけど組織的にね活動的には自衛隊だけだから、それはやっぱりね理解しなきゃいけないよね。あと、民間との連携を今後どう進めていくべきか。もう今日見ていただいたドローンのようなね技術って民間ものすごく進んでるんですよ。でドローンでしかわからないような解析っていうのができるようになってるんでね、だからそれを自衛隊がうまく利用するって、だからそれぞれの役割があるわけですよ。データはね自衛隊どんどん使ってほしいと。だけどね、自衛隊に全部ねそのデータ取得までねお願いするっていうのはやっぱり行き過ぎててね、普通民間で使ってるドローンを災害時に活用して、そのデータをね自衛隊が活用するっていう、そういう流れがやっぱり必要になってると思うんですよね。あと今日見られた感想をちょっと伺えたらと思います。やっぱりね、先端技術を使ったらこんなことができるっていうのを知ってなきゃいけない。だからそれに向かってどんどんみんな努力するって。だけどね、現実にはそういう条件で使えるっていうのはごく稀なんだよね。そうすると自衛隊の持ってる
自力っていうか、たくさんの隊員がいてね、現場で活動するっていうことがやっぱりベースにならざるを得ないんですよ。だけどそれだけじゃ不足するから、最新の技術をどう活用するかを組み合わせていく必要があると。だから最新の技術だけ見てもらったらね、現実にそれがうまくいけばいいけど、例えば天気悪かったらヘリコプター飛んでこれないじゃない。そうすると何のために訓練やったんだってなるじゃない。そうじゃなくて、現実にはそういうふうにうまくいかないかもしれないけれども、その時でもちゃんとできるということをね、訓練で示していただいたらいいと思うんですよ。だから想定している通りのね条件で対応できるわけじゃない。想定外のことが起こった時でもね、訓練したことがベースになってうまくいくようになるっていう、そういうものの見方をね、国民にお願いしたいと思うんですよね。産経スポーツですけど、よろしくお願いします。各所の連携、各所の連携という意味では、指揮系統のやっぱり強化っていうのが必要だと思うんですけども、今後政府に求める、ことというのは何かありますでしょうか。やっぱりね、連携っていうのはね、その時初めてやろうとしたら絶対失敗するんですよ。だから普段からね、その連携につながるようなことを一緒にやっていただかなきゃいけない。だから例えば訓練一緒にやるとか、まさにそれ一つなんですよね。それだけじゃなくてね、やっぱ日頃からね、この自衛隊とそういう最先端の技術を持ってる企業がね、こうコミュニケーションやっておかないとうまくいかないですね。だって全てがうまくいくわけじゃないんだから。問題が起こった時に解決する能力っていうのはね、日頃のやっぱりそういう交流がベースになるから、初めてね問題にぶち当たったら絶対失敗するんですよ。福島の原発がそうなんだから。だからその日常的にコミュニケーションがあるような状態で民間と自衛隊が協力するということは非常に期待できるんだけども、なんか訓練だけ一緒にやるんじゃダメじゃない。今日見られてうまいこと言ってるような感じがしました。どうでしょう。それはね、やっぱり当事者が一番わかるんで、だから当事者がイメージしている通りのことができたかどうかって、だって訓練ってそうなんですよ。僕たちは見ててね、うまくいったなってそれぐらいしかわからないけど、当事者はもっと緻密な計画立ててるじゃない。その通りいけたかどうかっていうのが大事なんで、ですからやっぱり自衛隊の中でね、今回の出来栄えをきちっと評価するっていうのがとても大事なんですよね。そしてそこでおかしなことがあったら外部の意見を聞くって、そういうストーリーでね、どんどん熟練度が上がっていくんじゃないですかね。